はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は11月20日新月から12月5日満月までの2週間の流れを星の解説とともにタロットを見てみたいと思います。よろしくお願いします。それから11月20日からカペラノートの PDF 版が発売になりました。ノート版やポケットカペラをご予約いただいた皆さんは本当にありがとうございました。11月末までにはお届けできると思いますので少々お待ちください。はい、でデータ版が好きという方はこの機会に概要欄チェックしていただけたら嬉しいです。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップ3の逆、カップページ逆、カップの10、タワーの逆、お月さんの逆、そしてペンタクルス7の逆、ワンド4ですね。はい、そしてソードの6とワンドの6、オラクルはペンタクルスのページですね。はい、の逆位置です。なんかこう混ぜてる時からすごく感じたのは今ねちょうど11月の末までっていうのは社会運とか外との関係がすごく強いわけです。でこれまでの中でもすごく満たされた関係性があったんじゃないかなと思いますし、特に10月20日のね新月っていうのは全体の動画の中でも言ったんですけど、何かこれまで自分が理想としてきた感覚、理想像とかモデルですね、理想のモデル像とか理想の自己像とかこうしたいって思いが変わってくるかもなみたいなタイミングなんですけど、水亀座さんにとっては特にこれが社会とか仕事の在り方とか働き方とか自分の世界観の中で変化が起こってくるかもしれないねっていう時なんですね。なのでもう本当に平たく言っちゃうと水亀座さんが望むように意図していただいたらそういう世界になるよねっていう感じなんです。本当に平たく言っちゃうと。で22日以降は太陽が射手座に入ってくるので、もっとなんかこう自分が関わる人との関係性の中で豊かなものを感じるよってことなんですね。職場の仲間でもいろんな顔がありますよね。そのいろんな顔、いろんな職場グループの中で親しくできたりとか自分らしさっていうのを感じたりとかして、とてもなんか人気があるというかなんとなく水亀座さんが光ってて周りの人がそこに寄ってくるみたいな、そんな感じのイメージなんです。でそれを水亀座さんも感じるんじゃないでしょうか。よっぽどすごくひどい自己イメージをお持ちの方は絶対そんなことないみたいなことは思うかもしれないんですけど、どんなに例えばですけどどんなにボロボロの汚い服を着ていたってその人のハートは綺麗ってことはありますよね。なんかそんな感じで本当はみんなすごくピュアに綺麗なハートスピリットを持っているけれども、今までの経験上ちょっと自分で汚れちゃったって思ってたりとか失敗したとか他人からはそう思われていないみたいに自分のイメージを固めてしまっている方もいらっしゃるかもしれないんですけど、今のこのタイミングとかこれまでの宇宙の流れを見るといくらでも自分のイメージや外見的なエネルギーっていうか外見的なエネルギーって変な言い方ですけど、自分の鎧を脱ぐチャンスってありましたよねみたいなのがあって、でその鎧は自分では脱げてないと思ってるかもしれないけど結構脱げましたよみたいなのがあるんですね。結構変わったじゃないですか。どうですか？自分でもなんかこれまで結構頑張ったから脱皮してきましたよっていう方もたくさんいらっしゃると思うし、この11月の20日の蠍座で起こる新月っていうのは本当にそういう自分のブロックを外すとか何かが変わるっていうタイミングなんですね。なのでとてもなんか光ってるっていうか楽しそうだなみたいな印象です。で特にねそれが11月1日からは金星も射手座に入ってくることによって水亀座さんは仲間との関係性がすごく際立つんですね。それまず覚えておいてください。なので別に自分は全然そんなつもりじゃないんだけど周りから称賛されたりとか褒められたりということあると思うんですね。ただご自身は
なんかそんなに褒められたり持ち上げられるとこそばいっていうかなんか気持ち悪いみたいな感じもあったり、自分の古い自分の自己像をずっと保っていたいんですっていうことで、新しく来ているチャンスっていうのを自分で壊したくなるみたいなこともあるかもしれません。今ここでタワーの逆っていうのが出ていて、もう全てを壊してしまいたいんだみたいな思いもあるかもしれません。もう嫌だ、全部嫌だみたいなあるかもしれないけど、まあそう思う時があっても不思議じゃないですから、人間誰しも。なのでそう思う時もあるし、でもよくよく考えたらここまでの中でどれだけ自分って救われてきたのかなっていう気持ちも持ったりとかするので、ここから先なんですけど、少し本当に自分がどんな風が吹いたって大丈夫って確かめるために、多少の揺さぶりあるかもしれませんが、表面的な情報に惑わされないでください。とにかく真髄をというか、物事の本質を見るっていう形にしていただけたら全然惑わされないです。そして現実ちゃんと行っていって、豊かな人間関係がありますねっていう感じがあります。ただもう一歩ちょっと深く入ってお伝えさせていただくと、カードって、ね、別に何が起こるとかいうただの予言をしたいわけじゃなくて、こういったメッセージをお伝えしながら皆さんの気づきが深まったらいいなって思ってるんですね。自分自身への気づきとか世の中への気づきが深まると、それだけ見える世界が変わってくるので、全然体感も変わってくると思うんですけど、そういう面でいくとなんか常に私たちって小さく破壊と再生を繰り返してるわけです。細胞はいつでも新しく生まれ変わって死んで、新しく生まれ変わって死んでというサイクルを繰り返してるとか、なんかそういう長い短いは別としても、そういうサイクルがある中で、意識ももうダメだと思ったり、でも頑張れると思ったり、ダメだと思ったりっていう、そうサイクルを繰り返しながら成長しているって思ってほしいんですね。なので今もしかしたら水亀さんの中でなんか何かをやめてしまいたいとか、何かをもう壊してしまいたいっていう思いがあったとしたり、もしくは想定外のそういうことがあったとしても、それをまた超えていきたいんだという実は命の叫びというか、そういう思いが本当はあるんじゃないかなって思ったんです。そしてそういった表面的なことに惑わされずに、自分の本当の力っていうものに焦点を当てている限りは惑わされませんよっていうふうに言われてるんですね。なので死の後の言いたいっていう感じもありますね。本当は分かってるし本当は頑張るしやるって分かってるけど、とりあえず泣き言も言ってみたいとか、ちょっとごねてみたいみたいな感じもあるかもしれません。でも現実はとってもいい感じなんです。ペンタクスの7っていうのは、本人はそんなにとか面白くないなとか思うかもしれないんですけど、でも現実はちゃんとそこに食物がなっているとか、ちゃんとお金を稼いでいるとか、ちゃんと仲間がいるとかっていう形でちゃんと満たされていて、でもさらにその上に自分の求めるものを求めていきたいな、もうちょっと理想というものを追求してみたいなみたいな気持ちがあって、何か望むことが出てくるような気はしますね。そしてその後ワンドの4ということで、やっぱり人間関係とってもいいです。やっぱり光ってるんじゃないかなと思いますよ、私。水亀さんが持ってる本質的な光が光ってると思います、今この時期で。それに反応して関わりたい人もいるし、実際に日常生活の中で関わる人、職場の人とかに関して自分が心を開けば多分すぐに仲良くなったり、受け入れられてるなっていうことを感じると思います。これとても穏やかでいい人間関係があるっていうふうに言われています。そして先ほど言ったみたいに評価は高いですし、ご自身では必死なんですよ。もうとにかく必死ですよって言ってても、でもすごくちゃんとうまく流れてますよねみたいな感じです。そしてオラクルの位置に出ているカードっていうのがペンタクスのページなので、やはりここから新しい価値っていうものを自分で自覚していってねっていう感じがしました。新しい価値を植え付けられるとかではなく、自分でそれを見つけるみたいな感じがしましたね。なんかその破壊と再生とかそういうものを繰り返しながら、これが自分の強みだって思うことを発見したり、なんだかんだ言いながら深いところで自分の力を信じられたりっていうことが起こってくるのかなって思いました。はい、ちょっとそれを踏まえた上でお仕事見てみますね。仕事運はとてもいいですよね。仕事に限らずですけど、社会運がある時なので、外の人と関わる、外に行くとか、社会の中で人と関わるっていう方が
その運勢としては生かしやすいですね。お仕事、でもちょっと待ってください。もう一回これ見てみようかな。何が嫌なんだな、嫌なのかなと思ってみたら本当にもう自分のことが嫌なんだみたいな感じがあります。でもそれは本当にまやかしの姿で、先ほど言った例えのなんかあえて自分がなんかボロボロの汚い服を着て、私ってこんな人間なんですよって言ってるみたいな感じで、いやいや中身ハートはめちゃくちゃ綺麗ですよねみたいな、そんな感じです。それを見てる人もいるのに、いやいや私はそんなに綺麗じゃないですみたいな、いやもうネガティブモード全開ですって言ってるみたいな感じがあって、それすら愛おしいですよ。なんかそう言ってることすら愛おしい、そんな感じがしました。そしてちょっと仕事見てますね。仕事はワンドの2、お月さん、ソードの8ということで、なんか仕事を引き受けるか引き受けないかっていうのをすごく考えてそうですね。なんかやる気がありますとかやりますって言ったらドドドドってきそうで、いや待ってそこまで私やる体力ないですからとか、そこまでやりたいわけじゃないんでみたいな、そんな感じもあったり、要するに今の職場の中で自分の立ち位置とか、自分がどういうスタンスでその仕事を頑張るかっていうことがちょっと曖昧というか、自分でもまだ決めかねているって感じがあって、でも決めかねてるからこそ、どうしよう、振られた時にどうしよう、これを受け入れるか受け入れないかみたいな、そういう進むか後退するか停止するか保留するか迷うみたいな感じがありますね。でも迷っていたとしても、もう有無を言わさず来そうな気がします。仕事がいろんな雑務とかいろんなものが来そうな感じがして、うわーいっぱいいっぱいだみたいな、引き受けすぎない方がいいかもしれないなと思いました。なんかやっぱりね、ご自身の体調のこともしっかり見てほしいなと思いますし、前に進んでいくんだっていう時ってすごく楽しいんですけど、ご自身にとっての嬉しい未来とか、自分にとっての理想とする世界って人それぞれですから、社会がどうこうって実は関係なかったりするので、自分の中でどう過ごしたいかを見てくださいね。まだまだ自分の可能性を縛っているかもしれないみたいな感じがあります。なのでもしですけど、いやもう私体力だけは自信があるんですとか、そういう方は仕事をこのまま進めるか進めないかっていうチャンスを考えるチャンスがあるし、いや体力に自信がないですっていう方は体力を温存しつつ、無理に引き受けすぎずやってほしいなって感じがあります。普通にただオープンにしてたらどんどん流れてくるって感じがしました。はい、そして、人間関係見てますね。人間関係はペンタクルスの5、ソードの2、節制ということで、そういうなんか時ってありますよね。なんかもうちょっと今週はもうネガティブモードでいきますみたいなモードとか、ちょっと今は落ち込んでたいんです、静かにしてたいんですっていう時もあれば、なんか元気はつらつっていう時もあると思うんですけど、人間関係って言った時に自分は受け入れられていないと思いたいのかなって感じがしました。なんか普段元気な自分だったら、他人がどう思うと関係なく私は私ですとか、これが自分ですからって言えるのに、なんだかほんのちょっとした他者の素振りとか言葉言動によって、なんか私って受け入れられてないのかなとかって勘違いしそうな感じがしたんですね。でもそれはやっぱりさっき言ったなんか破壊と再生を繰り返してる最中だから、それを繰り返しながらどんどん強くなっていってるはずなんですけど、ナイーブでもあるわけです。そのまま固定するわけじゃなくて、どんどん進化してるから、
要するに進化している過程の中で自分がナイーブになっている時に他者の言葉に必要以上に傷ついてしまったのかもしれないとか、自分が必要以上にそのことを気にしたのかもしれないっていう感覚でいてください。ただここで節制というカードも出ているので、この節制のカードねすごく面白いですよね。なんかこう月と太陽みたいなのが描かれていて、相反するエネルギーがバランスを持ってちゃんと統合されるんですみたいな感じもあるし、なのでご自身はなんかダメだとか思っていたとしても、その自分をものすごく受け入れてくれてる人がいるし、とっても仲いい人がいるかと思えば、仲が悪いというよりも意見が合わない、価値観が合わない人がいるのも当然みたいな感じがあるので、あんまりこう一枚で全部まとめられないみたいな感じがあるんですね。なので人間関係って言われたらうまくいく人はいくし、そうじゃない人はそうじゃないし、自分がですよ、そういうちょっといろんな関係性がごっちゃになってるなって感じはありますけど、あくまでも自分自身が今再生中なんだということを念頭に置いて、あまり惑わされない、自分の価値、自分らしさ、自分のさっき言った美しいハートっていうか、自分の本当にいいところをしっかりと握っておく、持っていかれないように握っておくっていうのがいいような気がしました。はい、なのであんまナイーブになりすぎないでくださいね。はい、ちょっとそれを踏まえてね、もう一枚オラクルカードを引いてみようと思います。あとですね、11月30日の夜9時から YouTube ライブをしようかなと思っています。これはカペラノートを購入してくださった方への使い方説明をする予定なんですが、Q&A もしますので、もしタイミングが合う方いらっしゃったらぜひご参加ください。そして9時45分からは YouTube のメンバーシップ限定ライブを行います。こちらは事前にご質問を受けて、その方の悩みに答えたりとか、流れを読んでいったりということをしようかなと思っています。はい、ではいきますね。水亀座さんの11月20日から12月5日までの、光ってますけどね、私から見たら言葉でいくらネガティブなこと言ってようと落ち込んでようと、本当にそれすら可愛いって感じで光って見えますので、どうかな。はい、どうですか。プロスペリティというカードが出ています。めちゃくちゃ豊かなカードですよね。ぜひそれを自分に許可してほしいなと思います。自分にはその豊かな価値があるみたいな、成功とか豊かさって書いてありますけど、何をもって成功というのか、何をもって豊かだと思うのか、それぞれですけど、それがあるよって、水亀座さんにはそれがあるよっていうメッセージだなと思いました。自分にはないないって言ってるから、あえてカードがあるよって言ってくれてる感じがしましたね。はい、ということでありがとうございました。また11月末にお会いしましょう。失礼します。